鎌倉にある源氏ゆかりの神社である。祀る神様は源氏の氏神の八幡神などで武運などのご利益がある。皆さんこんにちは。今回は鶴岡八幡宮に行ってきたのだ。結論はないけど感想はすごく見どころがあるいい神社だった。そんな怖い顔しないでほしいのだ。これから話していくのだ。鶴岡八幡宮は1180年に源氏の氏神の八幡神を持ってきたので、歴史はだいたい800年ぐらい。ただ都も作った感じだから京都のオマージュもたくさんあるのだ。例えば京都の朱雀王子を参考にここには若宮王子があったりする。その若宮王子を歩いた感想はめちゃ綺麗だったのだ。道に灯籠があって夜は綺麗なんだろうなと思いながら昼間歩いた。みんなは夜も行ってみてね。二の鳥居からは木が植えられていて場所がわかりやすかった。それにかっこいい。ここ重要ポイント。木が植えられたおかげで木陰ができて結構歩きやすかった。中へ入ると大きい橋があるけど今は色がなくなっていてハゲ親父になってるのだ。昔の面影は隣の若い世代の橋が受け継いでいるのだ。結構立派な橋だからみんな写真を撮ってたのだ。先に行くと大きい道があるのだ。この道は結構広くて爽快だった。何かの本で権威を示すためにこういう道を作ってると聞いたことがある。まあ手水舎に水がなくて残念だった。この日は暑かったから余計に悲惨なのだ。コロナが落ち着いたらまた見たい。まあここは踊り場だと思う。結構ずっしりしているのだ。左の場所に酒が並んでいてうまそうなのだ。おっといけないいけない。建物は真ん中にあるから全方位見れる感じだった。マスクつけてる狛犬くんの後ろには伝説がある大イチョウがあるのだ。わかりづらいが横にあったのだ。最初どこにあるかわからなかった。この子は最近できたもので昔は樹齢1000年ぐらいの大きい木があった。ここで公暁という人が3代目将軍を暗殺したと言われてるのだ。結構新しい木は可愛らしくのびのび育ってたのだ。昔に大きいイチョウを見たことあるからそれぐらい大きく育ってもらいたいものだ。僕とどっちが早く大きくなるか勝負なのだ。絶対勝つ。この階段はイチョウがあるから13段までは秒で登れる。13段目にやったと言われているのだ。量はかなりあると思うけど思ったより自分は楽に登れたのだ。数があるようでなかったのだ。登った後の達成感がすごくて後ろ振り返ってみると結構絶景なのだ。登ると本宮があるけど撮影禁止だったのだ。残念なのだ。みんな自分で見て確かめてくれ。中は絵馬とお祈りするところと宝物殿があったのだ。ここの本宮は重要文化財になっていてすごい建物なのだ。江戸時代の建築らしい。いい感じ。近くにあるこっちの方に行くと室町時代の建築が残っている稲荷神社がある。ここも国の重要文化財に選ばれていてすごいのだ。室町時代から残っている建物は珍しいらしくて貴重らしい。稲荷神社ってことで鳥居がたくさんあるのだ。室町時代から残っている建物は珍しいらしくて貴重らしい。
この神社はこじんまりしてるけど神秘的というか綺麗で個人的に好きです。晴れた日に皆行ってほしいのだ。旗があって変わってると思ったのだ。珍しい感じなのか？ここの社は重要文化財だけあり、とてもかっこよかった。フォルムが鋭くて、ところどころこだわりがありそうだったのだ。作ったやつに聞いてみたいのだ。こんな感じで見れば見るほど味があるので、みんなもじっくり見てほしいのだ。ちなみに稲荷神社は日本で一番多くある神社で、この神社もそのうちの一つなのだ。家族がたくさんいて羨ましいのだ。絶対勝つ。無理か。稲荷神社を裏手に回ると違う出入り口がある。こっちは表門と違う感じで雰囲気が静かな感じだ。ちょっとだけ神秘的で穴場スポットなのか？こっちにも手水舎があって、ここには水があったのだ。嬉しいのだ。やっぱり水はきれいなのだ。ここはさらに神秘的だから水がとても合っているのだ。ちょっとした階段とか道がきれいに整ってて、ここも好きかもしれないです。ただすぐ近くに車道があるから、ある程度気をつけた方がいいかもしれないのだ。本宮を正面見て右に下っていくと、池につながる道がある。池は休憩スポットからも見えて、池も雰囲気があっていい感じだ。ここの池の近くに源頼朝が種を植えたとされる中国から来た木がある。結構立派なので見てみてほしい。池には鯉と亀がいた。涼しそうで羨ましかったのだ。自分も魚になって水中を泳いでみたいのだ。ドラえもん、ずんだもんからの頼みだ。よろしくな。かわいい。位置的には最初の橋の付近に源氏池がある。ここはかなり大きい池で巨大なハスの葉がびっしり育っていた。自然が大爆発していたのだ。だからここの生き物はみんな息がいい気がするのだ。おいしそうですよね。嘘です。冗談です。鳩、カモ、スッポン、鯉がいるみたい。鳩以外は食べれそうなのだ。笑えません。ここの池には石が3つあるのだ。3とかけて繁栄を表しているらしいのだ。たくさんの生き物がいるからここ結構好きなのだ。みんなも来たら寄ってみてね。池には弁財天の神社があるのだ。橋を渡って島に行けて嬉しいのだ。旗がものすごくたくさんある感じなのだ。ここからだと池が全方位見られる。源氏池の近くに平家池がある。この池には石が4つあり、源氏池とは反対に滅亡、破滅を表しているらしい。
4都市をかけている。池はきれいなのだ。鶴岡八幡宮は京都の石清水八幡宮の分家で、源氏が作った鎌倉政権と深いつながりがある。鎌倉時代の一番有名な神社で、これから自分たちで国を引っ張っていこうとする武士たちの精神的な拠り所であった。御祭神は3人いて、王神天皇、姫神、神宮皇后である。王神天皇は15代天皇で、渡来神を用いて国を発展させたらしい。八幡神の元ネタでもある。姫神は特定の神様の名前ではなく、神社の司祭神の関わりのある女の人や女神のことを指す。神宮皇后は14代天皇の妻である。鶴岡八幡宮は鎌倉時代の歴史を作った由緒正しい神社なのだ。